まず最初に植物の整理です。ヒメシャラをシンボルツリーとしてもっと大きく1本でもいいから、そこにちょっと思いを込める。ガーデンリメイクという形でその現場に来ました。鉢がいっぱい溜まっちゃって雑然となっちゃってる、それをリメイクしていこうと思っています。木垣を撤去、あと既存にある植物の移植、これを取った時点でフェンスにすれば面積10センこれを抑えてるんですけど、これはやっぱり再利用で、芝生を取って今度は人工芝、ワンちゃんがおられるんでワンちゃんを遊ばせるズームにも適してんかな。ここの辺に L 型の花壇をアーチになってますけど、こっちにもちょうどアーチを作って、でこの上はパーゴラ、それとひさし、これを再利用。ここにちょっと物入れの物置を絨毯に立ち水材を設けて、それがシンボルになる R で頑張りを張って、機能的にこう楽しめる、動きやすい庭の系としても成立するような空間に、であとワンちゃんたちが一緒に遊べる空間でもしていきたいと思っています。まず最初に、植物の今日は整理、それから芝生を剥ぎ取って、植物関係のやつを一切今日こうやっていこうかなと思っております。これもちょっと腐っておるんで、これも全部撤去していきます。戻すから駐車場の中に入れちゃって。はいよ。光線で終わって、これ移植する。いや、これはこの中で一番シャラが立派で、形的にもっと自由に伸ばしたいなという意向があって、こう見ると、これで邪魔されて片枝になっちゃって、一番日が当たるところが枝伸びてないんで。皿自体をもうちょっと堂々とドーンと、こっちに比べて枝の張り具合が全然ないんで、こっちとこっちにちょっと低い、今度緑がなくなるんで、
ちょっとこの門のこっちにあってもいいと思う。ちょっと緑の基調通貨目立たせるために、この姫シャラをやっぱりここのお客様のシンボルツリーとしてもっと大きく、どうぞ。それはもう一番強調する、そこの空間の中で一番強調したい植物。まあそれは逆に大きさばっかじゃない。まあ今最近どうしても植物をそれほど植えなくなりましたから、だからそうなるとやっぱし1本でもいいから1本とか、そこにちょっと思いを込める。1本でも何でも植物がやっぱし外空間にあったものはやっぱり心地よいっつうか、やっぱりこう風とかそういうのもなんか感じるし、四季の変化もね楽しめるっていうことにおいてはやっぱりもっと伸ばしてさせてもいいかなという感じがありますね。一応ですね、これはもう切っちゃって、であとはこのバッコンもう抜いちゃいます。で一応これも移植、それからあと芝生を全部剥ぎ取っちゃいます。どうしても貼ってもね、またちょっと脇から出たりちょっと見苦しくなっちゃうんで、一応ちょっと全部の根は取れないんですけど、大まかな形で全部取っちゃいます。これも一応取って再利用また使いますから、まあこのままにするか最終的に色を塗っちゃうかはちょっとまだ決めてないです。植栽地の幅はだいたいこのぐらいの幅になる。今が30、40センぐらいセットバックこうなる。そうもうフェンス自体が立ってば日もは当たるし、まあ直線じゃないですけどね、ちょっと曲線作ったりちょっとリズムあるような感じでやっていきますけど。ありがとう。
僕らはここに移植しました。まあ、今昔逆に片枝でなってますけど、こっちの枝がないっていうのはこっちに接してたから、まあ、今度は南向きに向ければここから出てきます。だけ違うわけですね。そうそう、これがもう今ちょっと日が当たれば枝がずっと張ってきて、あんだけ余裕ありますから、まだまだちょっと結構樹幹も立派な樹幹になるとイベチャラはねなっていくと思います。これをここのとこだけはワンポイントで当初言いましたようにここにアーチが入りますから、そうすると一つの演出からの和室の径ができると思います。直径をちょっとワンポイントでやればいいかなとは思っています。一応ですね、植物関係の、撤去、あと移植関係、あと剪定、そういうものは一応ほとんど終わりました。で、一応こんだけの空間、ここからいろいろと工作を進めていきたいと思っております。でまず最初に既存の今まで使われたこれを同じように使うんですけど、直線でやるか R でやるかっていう、それちょっと変化をつけて、で高低差もつけなきゃいけないんで、ちょっと花台を2基ぐらいポンポンと置けば、ちょっとそれはバランス的に今フェンスの基礎も入りますし、入った状態でどの辺かなっていうのはちょっと今レンガでちょっとあるやつでポンって作ってアクセントで入れたいと思います。